はい。ということで、今回もやってきました。ひろきです。まずはですね、前回の動画、本当にたくさんのコメントありがとうございます。一つ一つ全部読ませてもらって、このチャンネルやっててよかったなって、改めて思いました。ありがとうございます。これからもですね、笑って泣けて共感できるそういう動画を届けていこうと思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。さて、今回の動画はですね、僕のインスタのストーリーで募集した付き合ってないのに恋人ごっこをしてたエピソードシリーズを皆さんにシェアしていきたいと思います。イエーイ！ですね、想像以上にたくさんの方からですね、ご投稿いただきまして、もうね、内容が地獄から天国まで、振れ幅すごすぎて、今日はですね、その中から厳選して皆さんにご紹介していこうと思います。笑う準備、そして泣く準備、そしてわかるって叫ぶ準備、全部してからぜひ見てください。それでは早速行ってみましょう。そろそろ付き合おうかなって時に一緒にお風呂に行ったら他の人とイチャイチャしてて無理だった。何これ？もうさ、湯気越しの裏切りとかやめてあげて。告白前にさ、心を茹でられるとかさ、もう地獄かよ。かわいそう。もうその瞬間さ、もうこの投稿者の方の恋心はさ、泡と一緒に排水口の方に流れていったよね。シャンプー投げたろかって。笑えるけど、これさ、もし付き合ってから知ったらもっと傷深かったと思うから、まあね、ある意味神様のバスルームアラートってやつだね。次はぜひ一緒に湯船に浸かっても心まで温めてくれる人と出会ってほしいなって、心から思います。まずは服着て誠実な人からにしましょう。頑張れ。何人かで民泊に泊まった時、夜中に自分の布団に入ってきて体を触られた。おー。ちょっと待って、ラブホじゃねえんだよ。民宿なんだよ。襖一枚向こうにさ、他の人寝てんのにさ、その距離感で手伸ばしてくるって欲望に忠実すぎだろ。でさ、多分翌朝になったらさ、そんなことしてたっけなんて白切ってきたりするんでしょ、そういう人って。よくあるじゃん。酔ったふりして持ち帰られようとして、で、酔ってて覚えてないとか言う女。絶対覚えてっから。覚えてないふりするやつが一番立ち悪いわ。これさ、笑えるんだけど、当時のさ、この投稿者の方は、ちょっと混乱したんじゃないのかなって思います。これって行為？ただの性欲？みたいな。しかもさ、その場の杭壊したらさ、めんどくさかったりするじゃん。でもね、これ言っちゃうと、それは恋人ごっこではない。勝手に境界線越えてきたただの野生動物です。まあね、とはいえね、今こうやって笑って話せるから、まあ結果オーライってことで。まあこの事件に名前を付けるとしたら、民泊布団侵入事件でどうでしょうか。のんけのバイクの後ろ乗って大好きって聞こえるか聞こえないか微妙な声で言ってた。もうそれはさ、青春という名の自傷行為。風圧に声持ってかれてるんじゃなくてさ、相手が聞こえないふりしてるやつ絶対聞こえてるから。これもほんとそうだけど、のんけってさ、こういう時だけ耳にフィルターかけるプロだし、バイクの後ろってさ、距離は近いのにさ、心の距離はなんだろう、地図で見たらさ、県境越えしてるレベルだよね。でもさ、その距離感ごと好きになっちゃうんだよね。手は回せない。でも風に混ぜて大好きってつぶやく。もうね、漫画の一コマかよって。笑っちゃうけど、もうその声が届いてようが届いてなかろうが、この投稿者の方の中ではさ、一生色褪せない瞬間なんだと思う。エンジン音とさ、鼓動混ざってたでしょ。でもね、一つだけ言わしてもらうと、次はね、エンジン音じゃなくって、相手の心臓に響く距離で言ってみよう。同級生の野球部キャプテン家によく遊びに行き、一緒に風呂に入り、同じ布団に寝てわさわさしてた日々。出ました。わさわさ。わさわさって何の練習？
部活の新メニューかしら。青春の中のさ、友情と、恋のグレーゾーンってやつかな。ゲイあるあるすぎて泣く。まあでもこの場合はさ、恋というか、性欲に近いのかな。でもさ、ふざけてるふりして、本当は触れたかった。その微妙な距離感がエモすぎる。キャプテンとの思い出って、試合よりも、物質よりも、布団の感触が一番残ってるんじゃないんでしょうか。笑いながらもさ、あの頃の心臓のドキドキは、今でも鮮明に思い出しちゃったりするんだよね。毎週休みの日は必ず会ってご飯行く。タンプレお互いあげたりするけど、付き合ってないゲイです。いや、それさ、もう制度未整備なだけでさ、完全にカップルじゃん。週1デート、プラス、タンプレ交換、イコール、法的にもさ、書類揃ってるレベルだよ。ごめん、今のは話持った。でも、これ、ゲイ界隈あるある、名前つけない関係が心地よいってやつ？こっちはさ、胃袋よりさ、心の方が空腹なのに、相手はこれがちょうどいい距離感って満足してるやつ。何その一方的健康診断結果みたいな。これも笑えるけどさ、僕なら毎回会うたびに今日こそ何か言ってくれるかもって期待しちゃう。期待しちゃダメなんだけどね。で、帰り道は結局ただのご飯で終わる。でもさ、本気で好きだからこそ続けちゃったりするんだよね。わかるわ。週1でお互いの家にお泊まりしていたのに、急に連絡取れなくなったら別の男と付き合い始めてた。週1お泊まりってさ、もう事実婚じゃん。ごめん。これもね、ちょっと話持ったわ。朝ごはんも夜の営みも共有してたのに、ある日突然既読スルーからの音信不通で、次に知った情報が新しい彼氏できましたって乗り換え早すぎ F1 のピットインかよ。これもね、今となったら笑えるのかもしれないけど、当時のこの投稿者の方のメンタルはきっと地獄だったのではないでしょうか。急に存在はなかったことにされるってさ、自己否定一直線コースだったりするじゃん。でもね、今こうしてネタにできてる時点で、もうあなたの勝ち負けじゃないけど、だけどあなたの勝ちです。そいつは一生ね、あなたみたいな人間性の人とは出会えないと思うから。初めていい感じになった人が年上で、一緒に温泉旅行にも行ったけど、年下とは付き合えないと振られた。温泉でさ、心も体も温めた直後にさ、関係だけキンキンに冷やされるってどういう罰ゲームですかって感じ。湯煙の中で見えた未来がさ、湯気と一緒に消えてった瞬間じゃん、それ。しんど。そもそもさ、年下は無理って旅行前に言えよ。脱ぐのは服だけでいいんだよ。心までさ、脱がせといて、そのうちはないわって思っちゃう。これも笑えるけど、実際はめちゃめちゃきつかったと思う。旅行の思い出がさ、全部さ、振られる前の楽しかった時間として残るって地獄じゃん、それも。でもね、これだけは言わせてほしいんですけど、年齢で切る人っていうのは、その相手の価値を正しく見れてない人だと思う。人の魅力ってそもそも数字じゃ測れないから。好き、愛してるとは言うけど、付き合おうとはお互い言えなかったな。今でも変わらない関係。無限延長線みたいな声だね。試合開始からさ、90分経っても誰もシュート打たないやつ。お互いパスばっか回して、気づいたら試合終了の笛も鳴らないままで、もう永遠と続く恋の PK 戦みたいなやつ。もう辞典入れた方が勝ちって何年も言い続けてる感じ。でもさ、好きって言葉だけで関係維持できてるの、ある意味すごいと思う。だって普通さ、そういうのってだんだん減っていったりするのに、減らないどころかさ、ちゃんと繰り返してるわけじゃん。傍から見たらさ、もはや熟年夫婦より安定してるのに、肝心の結婚しよう的な一言はないってやつ。もう周りから見たらさ、いや、付き合ってるやんっていう案件。でもさ、そういう曖昧な関係って壊れにくい分さ、進めなかったりするんだよね。なかなか。お互いがさ、その距離感を壊したくないから、変わらないが続いてるんだと思う。でもさ、今もさ、笑いながら、変わらないねって言えるのは、ある意味奇跡だと思う。延長線もここまで来ると、一種の芸術みたいな感じがする。住んでるところ県外だったのに、会いたいからって
って何度とこっちに来てくれたこと。はい。これはね、距離イコール愛情のメーター理論ってやつ。会いたいって口で言うのは誰でもできるんだけどさ、実際に移動してくれるのはさ、本気の証拠だったりするよね。新幹線代イコール愛の課金額みたいな。改札で待ってる間のさ、ドキドキとか、見えた瞬間の笑顔、そして帰る時の新幹線の背中、全部が愛おしいんだよね。好きだって言われてました。恋人つなぎもしてました。泊まりもしてました。一緒にいたいと。いや、もうさ、行動もセリフもさ、フルコンボで恋人じゃんこれ。違ったのこれ。結果違ったってこと？なのに関係だけノンタイトルってこと？何そのホラー。恋人つなぎイコールさ、あなたの手と心をがっちり掴まれてたっていう証拠だよ。それなのにさ、付き合おうの一言がないだけで、毎日がさ、ジェンガーみたいな不安感があったんじゃないんでしょうか。今となったらさ、笑い話にできるのかもしれないけど、実際はね、すごいしんどかったと思う。だってさ、相手のさ、手のぬくもりを感じながらさ、心では、これって本当に恋人なのかなって自問し続けるわけだからさ。でも、この投稿者の方があの時感じた幸せは、きっと本物だと思います。名前がつかなくても気持ちにはちゃんと名前がついていたと思う。今でもごっこ遊びを一人でしてる。手紙の中では今でも4年前のまま。何？どういうこと？ 4 年前から続いてる恋人ごっこってやつ？もうそれはさ、時をかける少女じゃなくて、時をかけるゲイってやつ。恋愛の続編をさ、自分一人で脚本、主演、演出してる状態ってやつだよね。なんか切ないけど、結構アート性高いと思う。手紙ってさ、書いた瞬間の感情がそのまま残るから、そこではさ、二人が永遠に同じ季節を生きてるんだよね。現実では進んでも、手紙の中では時が止まったまま、笑いながら言ったりもするけど、それはそれでめちゃくちゃ大事な宝物だと思います。誰にも触れられない自分だけの恋の世界ってやつ。でもさ、いつかその手紙を笑いながら誰かに見せられる日が来たら最高だと思います。だって4年分の片思いパワーってそんじょそこらの恋よりかなり濃いと思うから。取り巻く環境が邪魔してお互いが好きって言えないままずーっと恋人ごっこをしてた。環境ってさ、ほんと恋の最大の敵だったりする時あるよね。家族、仕事、周囲の目、その一言で全部崩れてしまう可能性があったりするからこそ言えない。でも、その言えない間も、この投稿者の方は全力で愛を表現していたんじゃないんでしょうか。名前がつかないだけで、思いの濃さはきっと恋人以上だったのかもしれない。しんどいのにやめられなかったりするんだよね。でもその愛の耐久力、次は堂々と使える恋に投資できるといいなって思います。もう環境ごとぶっ壊してやろうぜ。片思いしてた子と一緒に住むことになり、勝手に恋人気分に。でも相手は当時彼氏持ち。はい、地獄のシェアハウス開幕。同じ空間で生活イコールさ、毎日推しの生配信状態だよね、それ。もうでもさ、コメントもさ、スパチャも送れない状態。好きだからさ、全部が意味を持っちゃうんだよ。洗濯物の匂い、マグカップの置き方、全部が恋の証拠に見える。でも現実は彼氏持ち。笑えるけど、その恋人気分をやめられなかったこの投稿者の方はさ、相当本気だった証拠だなって思います。今はもう一緒に住んでないのかな。詳細 DM で送ってください。癌になって見る影もないくらいに見た目が変わっても、その人は昔と変わらずに抱いてくれた。はい。これはもうね、毒も爆笑も置いときます。愛です。見た目が変わってもさ、その人の中では、この投稿者の方は何一つ変わってなかったんだよね。触れるって簡単に思えるけど、実はさ、それってすごく深い行為で、そこに迷いがなかったってことは、本気で愛してたってことなのかなって思ったりする。それをしてくれる人って、世の中そんなにね、いないよ。きっとその瞬間さ、言葉よりずっと強く、あ、この人は本物だって、きっとそう思ったんじゃないのかな。このエピソード結構しみる。はい。ということで、今回の動画どうだったでしょうか？いやーもうさ、みんなの恋人ごっこのエピソード、笑ったし、泣いたし、もうね、感情ジェットコースターって感じ。コメント読んでても思ったんだけど、
名前がつかない関係って本当にさ、人それぞれさ、物語があるんだよね。でも名前がつかなくても本気で人を持った時間って絶対に無駄にはならないと思います。それがたとえ地獄みたいな終わり方だったとしても、笑って話せるようになったら、もうその恋はね、あなただけの宝物だと思います。はい。そして今回からですね、なんと概要欄にお悩み相談やエピソード投稿フォームを作りました。イエーイ。恋愛、友情、家族、ゲイあるある、何でも OK です。あなたの体験や今の気持ちをぜひぜひ投稿してください。投稿していただいた内容はですね、動画でご紹介させていただくかもしれません。皆さんの投稿をお待ちしてます。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。引き続きチャンネル登録、そして高評価、あとコメント、ぜひコメント欄であなたの恋人ごっこエピソードをこっそり教えてください。教えてね。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。